もう巻くだけで割と食います。これすげえ重てえ。重てえ。よいしょ。まさか。はい、こんにちは、やのです。寒さが厳しい冬のシーズンですが、晩酌用に美味しい味が食べたくて、ちょいとね、味見に行ってきました。僕の住む愛媛県は、この時期は北西の季節風がビューッと強く吹くんですが、そんな風が強い状況でもしっかりと味見ができるように、ジグヘッド単体の釣りだけではなく、イージーフロートワイヤーにフロートやタングステンシンカーを使った遠投の仕掛けも準備していきました。フロートやタングステンシンカーを遠くにビューッと投げて釣っていく遠投のアジング、そしてジグヘッド単体でピッと近距離を釣っていくアジング、それぞれの釣り方を解説しながらアジを狙っていきますので、ぜひご覧ください。さあ、そしたら準備ができたんでアジを狙っていきましょう。で、今回ちょっと風が強いので、イージーフロートワイヤーにタングステンシンカーをつけた仕掛けで狙っていきます。で、ワームがスイングインパクト。そしてフックはレンジシュートフックの L サイズを使っております。これでアジを狙っていきます。で、釣り方はピッと投げて着水したらカウントを取りながら沈めていきます。で、狙った深さまで沈んだらベールを返して軽く糸吹きを取ってちょんちょんちょんとアクションを入れて食わせの間。よし、食った。よし。でもこの辺りはなんか、この日は、これはなんか味じゃない気がするな。よいしょ。やっぱりサバでした。丸々と太っているんで、いただきましょう。サバのバイブがブーっと。で、針先をチェックして問題ないのでいきます。よし。で、釣り方は投げてアジがいそうな深さまで沈めてやって、そしてベールをカチッと返して軽く糸吹きを取ってちょんちょんちょんとアクションと食わせの待っていったかったとこなんですが、ファーストホールで、何かが食っておりました。これもなんかサバの気がしますね。と思ったら、アジでした。ファーストホールで釣れたので、もしかしたらサバかなと思ってたんですが、30か31ぐらい美味しそうなアジ釣れてくれました。さあ、1匹目アジ釣れてくれたので、また再現性が出るように同じところを狙っていきます。で、狙った深さまで沈めていきます。タングステンシンカーの重さの選択は風の強さとか潮の流れとかを考慮しながら、自分が狙った深さまで沈めれるように重さの方ですね、調整しております。なので今は、14g ですかね。14g で狙った深さまで入っているので、その重さを使っております。よし。よいしょ。アジ釣れてくれました。これもね、尺、ありますね。僕のメジャーが正しかったら。ただ、やっぱ口の横に入ってたんで落ちましたね、ちょっと口の横に入って危機一髪でしたが、釣れてくれました。よし。ちょっとワームのペールが切れたんで、もう一度新しいに交換します。さあ、そしたらワームを新しいに交換しました。匂いチェックします。新しいワームつけたら、匂いを嗅ぐのって僕だけですかね。皆さんどうですか？特にイージーシェイカーとかスイングインパクトのようなイカの匂いがついたワーム新品つけた時ってどのぐらい匂いあるかなとかって結構書いたりしないですか？よかったらコメントで教えてください。よし。で、狙った深さまで沈んだらちょんちょんちょんとアクション入れて食わせの間。巻きの釣りの方がパターンにはめやすかったりするので、基本的に巻きの釣りで使うようにしております。で、かけたらもうゴリ巻きして寄せてきて、よいしょよいしょ。
よし。抜き上げて、キャッチということで、尺味が釣れてくれました。尺ある。30か31ぐらいだと思います。そして、針先をチェックして問題ないんでいきます。ピッと投げて、アジがいそうな深さまで沈めていきます。でやっぱ今日はスイングインパクトっていうワームを使っていますが、これもね、バス用のワームなんですが、なぜかアジがめちゃくちゃよく釣れるというワームで、今なんかはおそらくイワシとかを追っているアジだと思うので、もう巻くだけで割とゴンと食います。バッチリですね。で、かけた後はもうひたすらゴリゴリ巻いて、そしてそして抜き上げてキャッチということで、尺味が、パターンにはまりました。いい感じで。ちょうど今現在の潮の流れと風の強さに対して狙った深さまで沈めれるシンカーの重さの選択が、14g ということで、うまくパターンにはめれてるかなと思います。でもまた潮がちょっと速くなってきたんで、だいぶ浮き出しましたね、14g じゃ。これはちょっとシンカーの重さが、潮が飛び出したんで、合ってないです。潮と風の関係でシンカーの重さが合ってないので、ちょっとここは変更します。ちょっとシンカーをワンランク重たくしました。18g に上げました。さっき連発していた時よりも潮が流れ出して、だいぶ狙った深さよりも浮き出したので、シンカーを少し重たくして調整しました。いや、18でもしんどいか。ちょっと潮の流れが変わって、アジの突き場も変わったので、またね、探していくようにします。一定のところでずっとついていてくれたら楽なんですが、やっぱ潮の流れが速いポイントは、潮の流れが変わるために突き場も微妙に変わっていくので、深さとか、横方向の位置とか、そのあたりうまくちょっと調整しながら探っていきます。さっきまで連発していたのが嘘のように、ちょっと反応が、よし、変わるんで。よし、投げる方向変えた一発でしたね。でもこれ、アクションリーダーとのフリーフォールの時でできて当たりもわからなかったんで、ちょっとお祈り案件です。落ちたら残念ということで。よいしょー。口の皮一枚。抜き上げてからポロリでした。抜き上げて足元に落ちたんですが、なんとか取れました。ちょっとラッキーでした。円髄のところからハサミを入れて、スンと切って、そして血抜きします。ちょっと、だいぶ塩氷が溢れてきましたが、気にせず魚冷やすこと優先で入れていきます。ちょっと潮が緩んできてジグヘッド単体でもいけそうだったので、ジグヘッド単体に変えました。ラッシュヘッドの 3g でいきます。L サイズです。で、ワームはスイングインパクトでいきます。狙った深さまで沈めて、割と潮が緩んで魚が上ずってる感があるので、ジグヘッド単体でもいけるかなとも思ったんですが、どうかなと思ったら食いましたね。コンと食いました。かけたらもうゴリ巻きで寄せてきて、重たい。これすげえ重たいね。よいしょ。ポンと釣れてくれました。いいサイズですね。口のところちょっと浅がかりで危なかったですが、34号ぐらい、そのぐらいなサイズです。よいしょ。抜き上げてキャッチということで、尺グラスのアジが連発しております。ちょっとまた潮の流れが速くなったんですが、タングスシンカーで攻めるほどでもないので、フロートのシャローフリークのスーパーダイブに変えました。こちらのタックルでいきます。
で、竿はプロスペクターに変えております。で、ちょっとジグヘッド単体で届かない沖の方にもう少しいいサイズいるんじゃないかなと思って、ちょっと沖の方を探っていきます。残念。もう一回行きます。ダメだな、こりゃ。シャローフリークのスーパーダイブではちょっとね、潮が速くなって流されて、狙った深さまで入らないので、もう一回ね、タングステン進化に変更します。ちょっとね、一気に潮の流れが速くなったんで、タングステン進化に変えました。これで投げて、アジの隙間のところをうまく通せるように探っていきます。今回は、イージーフロートワイヤーにタングステンシンカー使ったりとか、ジグヘッド単体でやったりとか、それぞれそのポイントの状況に合わせて、いろんな仕掛けを使ってパターンにはめていきましたが、これもジグヘッド単体の釣りで手軽にやるっていうのも面白いんですが、やっぱりそれぞれジグヘッド単体では釣りにくいタイミングとかもあったりするので、やっぱりそういうのをうまく使い分けるっていうのもありですね。これすごいなんか引くけど、なんかスレっぽいですね、これ。これなんだ？何かがスレで、表。何かがこれスレがかりでかかってんじゃないかなというぐらい。イカだ！イカだ！まさか、アオリイカが引っかかってくれました。ラッキー。ちょっとね、何かゴミかよくわからなかったんですが、アオリイカでした。いや、まさかね、イカが釣れてくれると思いませんでした。うちはもうアジを持って帰ったらクレームが出るレベルだったので、最高の晩酌の当てができました。ラッキー。さあ、そしたら、いい感じでもうアジのパターンも掴んで、数ポンポンと釣れていますし、さっきはイカも釣れてくれて、もう最高のおかずできましたが、あとちょっといろいろと試しながらアジの数釣っていきたいと思います。頑張ります。さあ、いい感じで、アジが釣れてくれて、尺アジ見山状態になりました。もうクーラーがギブアップです。で、カメラ回ってない時に1本ポーンと40クラスの、美味しそうなカツオみたいなサバを釣れてくれて、もう大満足ということで、今日は、終わりにして、早く帰ってこのサバを食べたいと思います。いや、なかなか圧巻です。では、帰ります。ただいま、帰ってきました。今回晩酌する魚はこちらになります。尺アジとドーンとギガサバ、カツオみたいに丸々しています。で、今回ちょっとアオリカも釣ったんですが、食べようと思ってたら先にですね、食べられておりまして、残念ながら僕の、晩酌のあてにはなりませんでした。やっぱり普段からアジばっかり釣っていたら、ちょっとね、アジ以外の魚があったらみんなあっという間に喜んでうち食べられます。ということで今回はこちらの尺アジとギガサバを使って炙りを作っていきたいと思います。じゃあまずはアジとサバともに鱗を取っていきます。最初の段階でしっかりと鱗を取っておきます。サバも最初の段階でしっかりと鱗落としておきます。いや、しかし太いな、カツオみたい。これは絶対うまいだろうな。ただまず頭を落とします。そして内臓を出していきます。油の入りはどうかな。奥の方にちょろっと油入ってますね。めちゃくちゃ入ってるってわけじゃないですね。内臓、イワシ系の小魚を食べたような内容物があるぐらいですね。で、この血合いのところを書いてやって、ここまでやっておきます。そしてサバも頭を落とします。そしてお腹も開いてやって、うわー、油がすごい肉厚で、血合いのところを書いてやって、で内臓をしっかりと洗います。サバも同じく内臓を
洗います。でこの状態でまず最初に皮に薄く切れ込みを入れます。反対側も同じように皮の表面だけ薄く切れ込みを入れます。でこの状態で先に皮を剥いでおきます。ピリリリーっとピリリリーっと皮を剥ぎます。でちょっと味が大きくなってシャッククラスになったらこのゼイゴがめちゃくちゃ鋭くて手に当たったら怪我をする可能性があるので注意してください。で先に皮を剥いだらお腹側から骨に沿うように包丁を入れて反対側からスッと入れてやって背中側から入れたらよかったですね。バスンと切ってここで片面3枚におろせました。反対側も背中側の皮を掴んでピリリリリとこの3枚におろす前だとこのハラミがあんまり持っていかれなくて皮も剥ぎやすいので皮を剥ぐのは苦手だよっていう方はこの方法がおすすめです。でお腹側から骨に沿って包丁を入れてひっくり返して背中側から骨に沿うように包丁を入れてそして真ん中の背骨を沿うようにしてプスンと断ち切ります。これでアジの三枚おろしできました。じゃあ次はサバをいきます。もうカツオのような丸々としたサバ、背中側から入れた後はお腹側から包丁を入れてそして背骨に沿うようにバスンと切ってで切ります。ちょっとだけ見割れがありますがまあ全体的に綺麗ですね。で反対側もお腹側からスッと包丁を入れてそして背中側から包丁を入れてそして真ん中でスンと断ち切ります。であばらをスーッとついてやります。でアジも同じようにあばらをついておきます。でこの辺りのちょっと脂っぽいところもざっくりとトリミングしておきます。そして骨抜きで骨も抜いておきます。やっぱ骨抜きで抜いた方が見た目が綺麗なので今回は2匹だけなので抜いておきます。でサバも同じように血合い骨を1本1本抜いていきます。でこの状態で塩締めしてやります。軽く上からパラパラパラっと塩を当ててやって全体にまんべんなく軽くもう塩を振って当ててやります。塩締めをすることによって魚の中の余分な水分が出てぐっと身が締まって一気に旨味が増すので、ちょっと手間ですけどやっておきます。特にやっぱサバなんかはこの塩締めしたらめちゃくちゃうまくなるので手間だけどやります。それではこの状態で冷蔵庫で20分ほど寝かせます。さあ20分経ちました。いい感じで余分な水分が出てきました。で塩はお酢で軽く流します。キッチンペーパーで拭きます。サバも同じようにさっとお酢をつけて塩を落としてやります。そしてキッチンペーパーで拭いてやります。そしてサバはこの時点で薄皮を剥いでやります。この薄い皮だけ掴んでゆっくりゆっくり最後までピリッと剥ぎます。でせっかくなんで今回半身は炙りで食べてもう半身は普通の刺身でいただこうと思います。
あ、めちゃくちゃいい香り。これで切って盛り付けていきます。薄く切って、でこれが普通のアジのお刺身です。やっぱ塩締めするだけで身がしっかり締まってますね。じゃあ次はアジの炙りを切っていきます。ここからが炙りゾーンです。ちょっとこのアジはそんなに油が入ってなかったので、炙ることによっていい感じで油ぎっしゅになって美味しくなるんじゃないかなと思います。なかなか盛り付けのねスキルが全然ないので、この辺りはもうちょっと勉強しないとなと思っている今日この頃でございます。で次は普通のサバいきます。端っこはちょっと切り落として、いやサバがすげえうまそう。油もすげえ。で最後にサバの炙りもいきます。これもこの辺りから取っていきます。うわー、油がすげえ。やっぱ炙ったら一気に油が出るんで、このぐらいかな。ですりおろした生姜をポンと置いて、アジの炙りとサバの炙りの盛り合わせの完成です。それではいただきます。いやー、どれもめちゃくちゃ美味しそう。でまずはノーマルのアジの刺身からいきましょう。普通のシンプルなアジの刺身からです。醤油につけて、油はあんまり浮かないんで、今回の味はやっぱりあんまり油が入ってないですね。シンプルでさっぱりして美味しいですね。意外と油が入っていないのでそんなに美味しくないかなと思ったけど、やっぱり塩締めすることによって余分な水分脱水されて、一口入れたら味の旨味が口の中にギュッと広がりますね。これはこれで全然いけますね。美味しい。じゃあ次はアジの炙りをいただきます。ちょんちょんと、こちらもシンプルに醤油でいただきます。炙った方が油っ気があって美味しいですね。こっちの方がなんかちょっとより味の甘みを感じますね。炙ることによってやっぱちょっと油が浮いて、何もしてないやつよりも濃厚な感じがしますね。どちらも美味しいけど、さっぱり食べたいんだったら何もしてない味で、ちょっと油っ気を感じたいんだったら炙ってやるといいですね。でサバに行く前にちょっと喉が渇いたので日本酒をいただきます。で今日のお酒は千代の亀純米吟醸ということで、こちらのお酒用意しました。今回飲むのが初めてになります。じゃあいただきます。いい香り。さっぱりしてうまいなこのお酒。初めて飲んだけど甘すぎることもなく、すごいさっぱりしてキレのある辛口って感じで、これはすごい刺身に合うお酒ですね。なんか美味しいんであっという間になくなりそう。じゃあ次サバいただきます。でサバは生姜醤油でいただくので先にね入れておきます。もうちょっといいとこ。サバもまずお刺身からいただきます。生姜醤油につけていただきます。いや、やっぱりね、サバがうますぎっす。いや、味も悪くないんですけど、めちゃくちゃうまい。これはちょっとやばいな。めちゃくちゃうますぎる。噛めば噛むほどサバの脂と旨味が口の中に広がって、めちゃくちゃうまい。これはちょっと味を全部食べてからサバに行った方が良かったかもしれないな。やっぱサバも40センチクラスになったら油の入りが全然違うのでめちゃくちゃうまいですね。じゃあ次は炙りの方もいただきます。こちらも生姜醤油につけていただきます。これも美味しいけど、サバに関しては炙ってない方がうまいですね。
炙ってない方が噛めば噛むほどサバの旨味が口の中に広がって美味しいんで、炙ってない方が僕好きですね。なんか炙ることによってちょっと油が出てしまって、なんか旨味がちょっと抜けてるのかな。味に関しては炙った方が油っ気が出て美味しいですね。やっぱ全然違いますね、アジとサバで。今回のアジは炙った方が美味しい。で、今回のサバは炙ってない方が僕は好きですね。で、もう一度サバの炙りもいただきます。やっぱサバうめえなぁ。ちょっとアジも食べておかないと、ちょっとあれなんで。アジだけ食べたら、うわ、これアジめちゃくちゃうめえなってなったと思いますが、サバと並べて食べたらいかんっすね。いや、サバが強すぎる。で、お酒もクイッと。やっぱちょっと釣りをして睡眠不足の状態でお酒を飲んでるので酔いが早くなりそうですが、この極上のサバの刺身と炙り、そしてアジの刺身と炙りを堪能していきたいと思います。ごちそうさまでした。ということで今回はポイントの状況に合わせてイージーフロートワイヤーにタングステンシンカーを使った円筒のアジングやジグヘッド単体のアジングで脂の乗った尺アジの数釣りを楽しみました。ちょっと風が結構吹いていたので、その時の状況に合わせてタングステンシンカーの重さを調整したりとか、釣り方を変える必要がありましたが、うまくポイントの状況に合わせて尺アジを数釣ることができました。さらに、カツオみたいに丸々としたサバも釣れてめちゃくちゃ楽しめました。そして今回釣った尺アジと極太のサバは刺身と炙りでいただきましたが、もうこれまためちゃくちゃうまかったですね。でもね、やっぱりサバがめちゃくちゃうまいですね。アジも美味しかったんですが、やっぱり極太のサバと一緒に食べてしまったらちょっと霞んでしまいますね。霞んだとは言っても、アジもサバどっちも美味しくて、日本酒との組み合わせも最高でめちゃくちゃいい晩酌でした。かなり寒くなりましたが、正月休みあたりも僕の住む愛媛県ではまだまだいいサイズのアジが釣れるんじゃないかなと思います。しっかりと寒さ対策と風対策をしてアジングを楽しんでくださいね。今後もアジングに関する濃い情報発信を頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価、そしてコメント欄をスワイプしてハイプで応援をよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が、累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。